世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は世界で話題になっているある投稿に関する話題をご紹介します。皆さんは対外純資産という言葉をご存知でしょうか？これは国が海外に保有している資産から負債を引いたものを指します。資産に該当するのは政府の外貨準備高、銀行の対外融資、企業の対外投資を合計したもので、負債は海外から日本に対する投資などがあります。以前、この対外純資産に関してある韓国人男性がネット上に投稿した内容が話題となっていました。ここで実際の内容をご紹介します。輸出額から輸入額を引いた貿易収支なんだけど、2020年の金額を見てみると、韓国が5兆円の黒字なのに対して日本は3兆円の黒字。こういった数字を見てなのか、僕の国では日本を追い抜いたというセリフをよく耳にする。でもね、経常収支の金額を見ると事情は異なっているんだ。経常収支の中には商品の輸出入の金額である貿易収支、航空、船舶の運賃、観光などのサービスの金額であるサービス収支、海外の金融資産によって発生した配当や利子などの取得の金額である所得収支、海外からの送金や政府間無償援助などを反映した金額である転移収支という4つのカテゴリーがあって、貿易収支は経常収支の中の1つのカテゴリーだから、貿易収支だけを見てもあまり意味はないんだ。4つを合計した2020年の経常収支を見てみると、韓国が8兆円の黒字なのに対して日本は18兆円の黒字。確かに貿易収支という一つのカテゴリーでは日本を圧倒しているけど、4つのカテゴリーを合わせた経常収支ではダブルスコア以上の差を日本につけられている。この原因はどこにあるかというと、韓国と日本が保有する対外純資産の規模の格差。ちなみに対外純資産は日本が1位なのに対して韓国の順位は13位だ。韓国の対外純資産は2014年の第3四半期から黒字へ転じて以後、粘り強く増えて55兆円に達しているけど、日本は数十年間も対外純資産で不動の世界一位。日本は毎年配当と利子だけでも韓国が熱心に働いて受け取る黒字よりも多いので、早く韓国も日本のような金融国にならなければいけない。この対外純資産のランキングが全てを示しているよ。以上がある韓国人男性が投稿した内容でした。このように日本が対外純資産のトップを走り続けていることについて、海外の人々からは様々な声が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、一緒に見てみましょう。海外の反応。日本は絶好調だった時にお金をたくさん稼いでおいたんですよ。日本経済が混乱になっても滅びない理由と威厳。経済を理解していない人間からすれば意味がないものに見えるのでしょう。日本は1年間座っているだけで海外純資産を20兆円以上も稼いでいるのはすごいよな。日本は最近低成長だから助けにはなっているだろうね。日本政府が借金は日本円で出し、立収益はドルでしっかりと受け入れ、韓国とは立場が違いますね。アメリカは借金だらけだからね。日本はアメリカがスワップ終了したらその日から IMF で再起不能です。人口比で見れば日本より香港、台湾の方がすごいんだね。各大陸の資本家が多く訪れてきた台湾の歴史が積み重なっている影響で今でも密かにお金の多い国だ。韓国もたくさん海外投資をしなければならなかったのに非常に残念ですね。人口8000万のドイツが日本並みに稼いでいるのもすごいことだよね。そういえば何かと似ている気がする日本とドイツ。日本の30大企業を見ると鉄道、金融、人材派遣、通信しか残っていない。製造業は自動車以外全滅。それも統計操作と粉飾会計の達人らしく国家単位で株価操作している。
つまり日本には未来がないということ。貿易収支が増えるほど貿易依存度が高くなるんだ。日本が 25% なのに対して韓国は 62% もある。貿易依存度が上昇すればコロナ回復後の利上げ圧力によるウォン安など外部要因に対するリスクが高くなるので、韓国経済はますます砂上の楼閣に近づくことになるな。韓国は小国であるがゆえに周辺国に蹂躙されてきた。それによる被害者意識と劣等感を克服するために日本に勝つことだけを目標に異常な執念を燃やしてきたんだよね。だから一つでも有利になれば自慢したい気持ちはよくわかる。しかし日本人の膨大な血税と技術支援がなかったら今でも発展途上国に甘んじていただろう。誰のおかげで大きくなったと思ってるんだ？アメリカが利上げすれば日本に入ってくる利益は増えて海外に払う利息は減ってしまう。韓国は外貨建て借金が多いから払うウォンが増える。このあたり分かっているのかな？家計貯蓄日本1072兆円、韓国73兆円。家計負債残高日本370兆円、韓国170兆円。これが現実でしょう。日本は1909年、1997年と韓国の負債を肩代わりした過去がある。韓国はこのことをもっと感謝するべきなんだ。追いついた追い越したと無邪気に喜んでいるのだからそっとしておけばいいだけ。何を言っているんだ。日本は莫大な借金を抱えている国なんだぞ。対外純資産はドイツが日本を超えるって聞いたよ。あの情報は嘘だったのかな。まだ日本が1位だけどドイツが猛追しているんだ。数年後には日本が1位から陥落するかもね。日本が滅びないのは対外純資産が大きいから。韓国は死んでも日本には勝てないよ。日本の武器は対外純資産が多いことだけなんだけどね。日本にここまで追いついてきた韓国は正直言ってすごいよ。韓国は最近一人当たりの国民所得で日本を超えたんだ。でも両国の規模を例えるなら日本が建物のオーナーで韓国は大企業のサラリーマン程度でしょ。韓国が日本に追いついたとか追い越したとか言っても日本が言い返さないのは韓国が強がりを言っているのを知っているからだよね。日本を見ているとリヤカーを引っ張って腰を拾う建物のオーナーみたいに感じる。なんて適切な例えなんだ。韓国はこれでも成長しているんだ。そっとしておいてやれ。以上が海外の人々の反応でした。日本は対外純資産の多さだけが取り柄というような意見もありましたが、一番多かったのは韓国では日本の相手にならないということでしたね。そんな日本と比べてまだまだ成長途中の韓国ですが、貿易額は過去最高となっています。冒頭でも韓国の貿易収支が日本に勝ったという話題がありましたが、実は韓国のあるものの輸出額が過去最高を更新しているのです。あるもの、それは CD。韓国メディアが報道した内容によると、K-POP 市場が好調なのもあって、毎年韓国の CD 輸出量が過去最高を更新し続けているとのこと。関税庁の輸出入貿易統計によると、2022年の CD 輸出額は約300億円で、前年に比べて 5.6% も増加しました。韓国の CD 輸出額は2017年に初めて約50億円を突破して以降、毎年成長を続けていて、2020年に約100億円、2021年には約200億円までに。2020年以降、コロナの世界的な流行で K-POP 公演の海外開催が難しくなりましたが、その分 CD を購入する海外の K-POP ファンが増え、CD 市場が好調に推移したと考えられています。そんな韓国の CD 輸出ランキングを見てみると、なんと1位は日本で約100億円。これは2位の中国と比較し、50億円近い差があるというから驚きですね。ちなみに3位以降はアメリカ、台湾、オランダ、タイ、香港、
ドイツ、インドネシア、フランスと続いています。人気アイドルを多く抱える韓国の芸能事務所は、所属するアーティストの具体的な CD 輸出額については明らかにしていません。しかし、世界的人気を誇るグループや、頭角を現し始めた新人ガールズグループが売り上げを伸ばしたことは容易に想像できます。韓国の音楽コンテンツ協会が運営する音楽チャートであるサークルチャートの年間アルバムチャートによると、2022年の売上枚数トップは BTS のプルーフで348万枚。その後、ストレイキッズ、マクシデントが318万枚で2位に、セブンティーンのフェイスタさんが287万枚で3位になっています。また、新人ガールズグループの主役となったIVEのシングル、アフターライクは165万枚ものセールスを記録しました。このように K-POP が世界的な人気を博していますが、CD の輸出先が日本と中国、そしてアメリカの3カ国に集中している点は今後の課題と言えるでしょう。今後、貿易だけでなく他の分野も伸ばしていければ、今回の話題にあったランキングなどでも上位に入れるかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。